不動産屋さんの階段です。東京には JR 中央線という主に東京から山梨、その先に向かう主要な鉄道がありますが、中央本線とか区間や系統別で呼び名が変わるそうですね。その中央線は1968年に山梨県内の単線だった部分が複線になり、蒸気機関車から電気やディーゼル車に変更になったそうです。これは仮名ですが、修さんが子供の頃にお父さんと一緒に体験した不思議なお話です。それは山梨県内の中央線が複線化されてから数年後のことでした。修さんは小学校の2学期で秋口だったのをよく覚えているそうです。その日は週末で、夜にお父さんと一緒にお父さんの運転するスバル360で相模原のいとこの家に向かうことになりました。夜に出かけたのはお父さんの都合だったそうです。当時の 360cc の軽自動車スバルは2人を乗せてバンバンバンという独特の音をさせながら大月駅前を過ぎ、中央線の線路伝いを走っていました。車のラジオからは野球のジャイアンツ戦が流れ、長嶋がヒットを打ち、柴田がホームに生還しリードを奪ったと言っていました。甲州街道の左手には桂川が流れ、時々富士急バスともすれ違いました。そんな中、中央線の急行列車が複線化された線路を甲府方面に向かってガタガタガタっと音を立てながら下っていったそうです。そしてお父さんの運転するスバルは駅前の商店街を通過し、左に曲がって信号につかまりました。するとそこは突き当たりでした。その突き当たりの先は以前は中央線が走る単線の区間だったそうで、それが廃線となり、線路も鉄橋も外されて柵がされていたそうです。修さんがふと右を見ると、夜の泊まりにぼんやりと猿橋のシルエットが浮かんでいました。それはまるで異世界に迷い込んだかのような不思議な光景で、昼間には感じないかすかな違和感がありました。しばらくすると信号が青になったので、お父さんは車を右に切り、また甲州街道を進んでいきました。すると間もなく甲州街道は列車の廃線後に築堤だけになった場所に差し掛かりました。鉄道でいう築堤とは、線路を高くするため盛り土をした部分で、その盛り土だけが残った線路跡に修さんとお父さんは差し掛かったそうです。そこは左手にはレンガ造りの廃トンネルがあったそうで、その築堤の線路跡と廃トンネルをつなぐ短い鉄橋がまだ外されずに残っていました。そしてスバルがちょうどその鉄橋の下に潜った時でした。思わずお父さんがハンドルを右に切ったそうです。あれと急に叫んで上を見上げ、ほぼ同時に修さんもお父さんと同じ方向を見たそうです。この真っ暗な背景の中、それは貨物列車の最後尾が短い鉄橋を通過し、ちょうど廃トンネルの中に入っていく瞬間でした。その先頭車両はすでにトンネルの中に入っていたそうです。修さんは列車の車掌車のテールランプがすすけたトンネルに吸い込まれていくところをはっきりと見たということでした。それは汽笛もレールのカタカタという音もなく、静かな夜に自分たちが乗っているスバルのエンジン音だけが響いていました。お父さんはすぐにギアをセカンドに落として修さんの方に視線を向け、頭をかしげたそうです。修さんが今でも覚えているのは、一体何を見たのかというようなお父さんの驚いた表情でした。そしてお父さんはすぐ気を取り直し、さらに車を走らせていきました。するとその先にある勝野川に架かる新しい鉄橋を鈍行列車が東京方面に向かって渡っていく普段の景色が見えたので、
修さんはほっとしたそうです。あれから半世紀近く経ち、単線区間は住宅街に変貌しましたが、今でもあの異世界の列車が入っていったハイトンネルはあるそうで、鉄道マニアの格好の探検場所になっているということでした。汚いリュックサック。不動産屋さんの怪談です。さて、このお話は数十年前、体験者がまだ小学生の時のお話です。仮に K 君としておきます。その年の夏休み、K 君はプールの帰りで、昼の日差しの暑い中、友達の家にでも遊びに行こうと思いました。そして K 君がちょうど農道を歩いている時でした。突然、すいませんと呼び止められ、振り返ると、後藤さんという人を知っていますかと見知らぬ男性にいきなり聞かれたそうです。その男性の顔は日に焼けていて、真夏にもかかわらず厚ぼったい茶色の服を着て、煮しめたような汚いリュックサックを背負っていました。近所では見かけたことのない薄汚い姿のおじさんで、K 君は正直に知らないと答えたそうです。するとそのおじさんは無言のまま、あっという間にぶどう園の間の農道に入っていき、いつの間にか歩いていく姿も見えなくなっていました。子供ながらにも K 君にはそのおじさんに違和感があったそうです。なぜなら真夏にもかかわらず厚ぼったい服を着て、その様子がちょうど当時テレビで騒がれていた南の島から帰還した残留日本兵の横井さんや小野田さんのような服装だったからです。K 君は家に帰ると両親や祖母に横井さんや小野田さんのような服装をした見知らぬ男性から後藤さんの家を聞かれた話をしたそうです。すると祖母が「どんな人だった?」と真剣なトーンでその男性の特徴を聞いてきたので、K 君は服装や持ち物、背がこれくらいで痩せていて目がこんなでなどなど覚えている限りの特徴を説明しました。それを聞いていた祖母はみるみる青ざめていき、手が小刻みに震えていたそうです。後で分かったのですが、その薄汚い男性が聞いてきた後藤さんという人は近所の方なのですが、戦後15年ぐらいして亡くなりました。そしてその後藤さんの家もすでにとうの昔に亡くなり、今は桃畑になっているのだということでした。後藤さんには息子さんがいて、息子さんが南の島の戦地に送られていたようで、戦後復員できず戦死が確定していました。あの軍服を着た後藤さんを訪ねてきた男性はおそらくその息子さんで、終戦後の1945年から戦後28年も経ったあの当時までこの世をさまよっていたのではと K さんは思うそうです。2024年の今でもさまよっているのでしょうかね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。